視聴ありがとうございます。ヤフオクで5万円で購入したエリミネーター 400SE です。送料も入れると合計で7万円でした。久しぶりに状態の悪いバイクを買いました。多分1989年式ですね。とりあえず外から見てわかる範囲の状態を確認していきます。長らく屋外で放置されていたようでめちゃくちゃ汚いです。ヘッドライトはありません。塗装に関しては上から何か塗ったのか塗装の縮みが出てます。鍵は残念ながらワンキーではありませんでした。タンク内は若干の錆が出てますが致命傷ではなさそうです。この程度なら簡単になんとかなります。しかし塗装がひどいですね。相当適当です。タンクだけならまだ良かったのですが、エンジンや周辺のゴム類などあらゆる部分に塗ってあります。当然フレームやマフラーにも塗ってあります。ラッカー塗料だと思います。リアサスとシートが私好みじゃないです。タイヤは完全に使えませんね。ブレーキの固着はありませんでした。マフラーにも適当な塗装がされてます。パテも持ってある感じでポロポロ剥がれます。リザーバータンクは空です。そしてひびが入っているのでタンクとしての能力はあるんでしょうか。ラジエーター内部やウォーターラインに錆が出ていないことを願います。ブローバイのキャップはありがとうという気持ちです。バイク屋さんで放置されていたからかここら辺の気遣いは助かりました。キャブはいい感じに汚いです。オイルは入ってますし汚くはなさそうですね。燃料コックがオンの状態だったので心配でしたが、クランキングの確認ぐらいには使えそうです。ちょっと量が多い気がしますが、エンジンがかかったら即交換します。この ZL400 は B2 にあたる89年式なのでダブルディスクです。ただ片押しワンポットは微妙だなって感じです。重量が 200kg もあるけど大丈夫なんですかね。直線番長なのは別にいいですが止まらないのは困ります。ブレーキホースはステンのメッシュホースに交換されてますが、アルマイトの色も抜けてるしホースも汚いので交換前提です。ホイールもフェンダーも綺麗に汚いですね。塗装の失敗の再現性が素晴らしいです。いい感じですね。ひどさ加減がすごいです。
フロントフォークはインナーチューブに錆が多数ありますが、これぐらいなら使用上問題ないと思います。ダストブーツは当然ひび割れてます。オイルシールもおそらくダメでしょうね。高い部品じゃないので、フォークのオーバーホールの時に一緒に全部交換します。ウインカーはポッシュでした。まあまあボロボロですし、個人的にここら辺のパーツは純正が好きなので、最終的に純正に戻します。チェーンはありません。ないというよりシャフトドライブなので不要です。メンテナンス不要なのはいいのですが、走行に問題があると修理は厄介になりそうです。塗装はシリンダーヘッドカバーガスケットにもかかってますが、どのみち交換することになりそうなので大きな問題じゃないです。おそらくですが、エリミネーターはエンジンを下ろさずにシリンダーまで取れる気がします。タンクがカタカタするので、おそらくクッションマウントがついてないですね。メーターもカタカタします。多分裏側のビスを増し締めすればこれは治ります。しかしスピードメーターケーブルがついてませんでした。どんどん悪い部分が見つかり、使える部分を見つける方が難しくて、だんだん嬉しくなってきました。変態にはいい感じの状態です。グリップはひどい状態ですが、スロットは動かせます。今のところワイヤーに問題はなさそうです。クラッチレバーとブレーキレバーの形が違いました。マスターシリンダーやタンクが純正じゃないですね。タンクは経年劣化で使えたものではありません。ブレーキなどの足回りだけはエンジンより重要なので、キャリパー含めて全てオーバーホール確定です。左右のレバーが違うのは見た目だけの問題ですが、個人的に気になります。クラッチは問題なく動いてます。この車両はバイクと一緒に一部の部品もついてきてました。嬉しかったのは、このビキニカウルは多分純正です。シートの下もしっかり汚いです。一番心配しているのはこのイグナイターです。川崎はこのイグナイターの評判があまり良くないんですよね。ビキニカウルやサイドカバーはなぜかサフだけ吹いてあります。これはサフからやり直しですね。全然傷が取れてない状態で塗ってあります。ポリカのフードに割れがあったのが残念ですが、うまく利用するか作り直すかしたいと思います。サイドカバーの左の一部は欠けてました。貴重な部品なので欠損部分は再生します。このテープが気になりますね。剥がしたら何が出てくるんでしょうか。何か出てきたらヨネックスのテニスラケットのグリップのテープでも巻いておきます。パワーフィルも入ってましたが、これは使い物になりません。簡単に取れてしまいます。直すことが趣味なので、どれだけ悪い部分があっても承知の上なのですが、個人的に1点だけ残念だったのが鍵です。鍵は1本で全て開いてほしいのですが、メインキーだけ違います。さすがにこれは一式買うしかないです。車検が取れたら全部交換することも視野に入れます。動きが渋いので鍵用のスプレーを吹いておきます。パウダータイプのもので、これは非常におすすめです。CRC556 みたいな潤滑剤でも動きは良くなりますが、ゴミや汚れを呼ぶことになるので、あまりおすすめはできません。汚いサフのみの塗装があるのもそうですが、やっぱりシートが微妙です。仮に純正の黒でも個人的には好きな形じゃないんですよね。もともとやたら厚みがあるのに膨張色のせいでさらに厚みがあるように見えます。
ベースの加工とシートカバーを作ることが確定しました。結局ほとんどの部品がダメでした。こんな状態で5万円が安いのか高いのかは微妙なところですね。最終的な修理費用次第でしょうか。そもそも走り出せるかも心配です。エリミネーターは川崎の旧車の中では人気がなくて価値が安いので、プロの方々ならこれはレストアしないですね。間違いなく採算が取れないです。実際にこの車両はバイク屋さんがヤフオクで部品取りとして出品していたものです。私の場合は趣味なので市場の価値はあまり関係ありません。レストアがしたいだけです。そんな中でも初代のエリミネーターは個人的に好きです。エンジンは GPZ400R と同じなのが気に入っています。普通はクルーザータイプに並列の4発は積みませんよね。このどっちつかずなカオスな感じがいいです。普通のネイキッドの旧車も欲しかったのですが、どんどん高額になって手が出ないんですよ。しかも私の足が短いせいで乗れません。気持ち的には早く塗装したいですが、まずは車検を通る状態にすることから始めていくので、分解前におまじないをしておきます。おまじないといってもただ556を吹いて放置するだけですけどね。経験上これが重要だと思ってます。これをやっておくだけでかなりボルトの折れが防げていると思ってます。あらゆる場所に吹きつけてますが、油分でちょっと綺麗になっているように見えませんかね。せっかくなので次回は丁寧な洗車をしてどこまで綺麗になるか試してみます。